いやー、最近宇宙ビジネスって本当に注目されてますよね。今回はですね、その中でもちょっと面白い会社、スパイアグローバルっていうところに迫ってみたいと思うんですよ。彼らが宇宙から集めるデータ、これが僕たちの生活をどう変えるのか、そしてどんな未来を描いていくのか、ビジネスの核心部分から、皆さんが気になるであろうお金の話、そして将来どうなっていくのかっていう挑戦まで、さあ、一緒に見ていきましょうか。さあ、まず見ていただきたいのが、この数字です。ドンと。1.1兆ドル。これ何だと思いますか？これがですね、2040年までに予測されている世界の宇宙産業の市場規模なんですよ。ほんの数年前と比べても3倍以上っていうもうとんでもない爆発的な成長のど真ん中に僕たちはいるわけですね。で、今回取り上げるスパイアグローバルっていう会社は、まさにこの巨大な可能性を秘めたフロンティアで戦っているというわけです。はい。では、具体的にどういう話をしていくかというと、今回はこんな流れで進めていきます。まず、そもそもなんで宇宙のデータが大事なのっていう背景から入って、じゃあ、スパイアって何やってる会社なのっていうビジネスモデルに迫ります。で、後半はですね、やっぱり気になるお金の話、財務状況と、これからどうやって成長していくのか、そして最後にもちろんリスクもありますから、そのあたりと将来性について考えていきたいと思います。はい、というわけで、セクション1、宇宙新たなデータフロンティアです。そもそも論なんですけど、なんで今そんなに宇宙からのデータが大事にされてるんでしょうか。まずはその理由からちょっと掘り下げてみましょもう今や僕たちの生活って宇宙なしじゃ考えられないですよね。例えば、車のナビに使う GPS とか、毎日の天気予報とか、もう当たり前のように使ってますけど、全部宇宙からの恩恵なんですよ。それだけじゃなくて、最近よく聞く気候変動とか、サプライチェーンの問題とか、こういう地球全体の問題を解決するにも、やっぱり宇宙からの視点って絶対に必要なんですね。でも、いいことばかりじゃない。光があれば影もあるっていう話で、例えば、太陽から飛んでくる磁気嵐が衛星を壊しちゃったり、あるいは目に見えない宇宙ゴミがものすごいスピードで飛んでて、いつ衛星にぶつかってもおかしくない。そんな危険とも常に隣り合わせなわけです。さて、セクション2、スパイアグローバルの事業内容です。じゃあそんな新しい宇宙の時代に、このスパイアっていう会社は一体どんなビジネスをやっているのか、そのユニークな仕組みをここから見ていきましょう。はい、これがスパイアのビジネスのまさに心臓部ですね。一言で言うなら、彼らは宇宙に自分のインフラを持ってるデータ収集のプロって感じです。何がすごいかって、小さな衛星を自分で設計して作って、それを打ち上げて毎日運用するところまで全部自社でやっちゃう。これがね、最大の特徴なんですよ。で、ここからがスパイヤーの技術の面白いところなんです。彼らって自分で何か電波をビューンって飛ばしてるわけじゃないんですよ。じゃあどうしてるかっていうと、実はもうすでに世界中を飛び交ってる GPS 衛星とかが出してる電波をうまいこと盗み聞きしてるんですね。その電波が地球の大気を通るときにほんのちょっとだけ歪む。その歪みをキャッチすることで気温とか湿度とか、まさに地球のバイタルサインをめちゃくちゃ正確に測れる。これが彼らのコア技術、電波変比 RO っていうものなんです。じゃあ、そのデータの質ってどうなのって思いますよね。もうね、この図を見てもらえば一発です。左がスパイヤーで、右が政府のプロジェクト。データのカバー範囲全然違いますよね。もう触れき然です。で、本当に驚くのは、アメリカの政府機関が調べたら、スパイヤーのデータの品質がものすごいお金をかけた政府の衛星と同等レベルだって評価されたことなんですよ。つまりですよ、高品質なデータをこんなに広い範囲でしかも安く提供できる。これこそがスパイヤーの圧倒的な強み、競争力なんですね。彼らのビジネスモデル、大きく分けると2つの柱があるんです。まず1つ目が自分で集めたデータを分析して、例えば天気予報とかにして売るデータ&アナリティクス事業。で、もう一つがすごく面白くて、自分の会社の衛星インフラを他の会社に貸し出すスペースアザサービス。これなんていうか宇宙版の AWS、Amazon Web サービスみたいなものって考えるとイメージしやすいんじゃないでしょうか。具体的な例を挙げると、ミリオタっていう IoT の会社があるんですけど、ここがまさにスパイアのスペースアザーサービスを使ってるんですね。普通だったら自分たちで何億円もかけて衛星を作って打ち上げなきゃいけない。でもその必要がないんです。
スパイアが持ってる宇宙のインフラをちょっとかまりするだけで自分たちのサービスを世界中に届けられる。これって今まで国とか超巨大企業しかできなかった宇宙利用のハードルをめちゃくちゃ下げる、革命的なサービスと言ってもいいですよね。はい、セクション3は、スパイアの財務状況です。さて、こんなにすごいビジネスをやってるスパイアですけど、じゃあ実際儲かってるのっていう、その副事情ですよね。ミッションの裏側にある数字を見ていきたいと思います。ただですね、ここに大きな課題があるんです。はい、この数字が示す通り、スパイアはまだ赤字なんですね。特に最近の四半期は事業の一部を売ったりとか、あとは会計上の理由。簡単に言うと、お金をもらう約束はもう済んでるけど、帳簿に売上として書くのはまだ先だよっていう契約があったりして、数字の上ではちょっと損失が大きく見えちゃってるという状況です。でも、この目先赤字だけを見て、この会社ダメだって判断するのはちょっと早いんですよ。こちらを見てください。これは何かというと、スパイアがすでにお客さんと契約済みで、将来的に売上になることが決まってる金額なんです。その額なんと2億ドル以上。すごいですよね。つまり、短期的な赤字の裏にはこれだけガチリとした未来の売上がもう控えてるってことなんです。さっきちょっと触れた事業の売却も、これ実はすごく重要な戦略だったんですね。これをやったことでスパイラは会社の力をもっと成長が見込める分野にぐっと集中させることができたんです。おまけに売却で得たお金で財務状況もすごく良くなって、実質借金ゼロのめちゃくちゃ健全な状態で、さあ次のステージに行こうぜっていう準備がバッチリ整ったわけです。で、これが会社自身が出している短期的な業績の見通しです。ちょっと細かい数字が並んでますけど、ここでのポイントは何かというと、2025年全体ではだいたい7000万ドルくらいの売り上げを見込んでる。でも営業損失はまだしばらく続きますよっていう見通しだということです。要するに今はまだ成長のためにどんどん投資をしてる段階で、その中で少しずつ利益を出せる体質に変えていってるっていう、まさにその過渡期にいることがこの数字から読み取れるわけですね。では、セクション4、成長への道筋です。じゃあ、今の赤字っていう状況から、スパイアはどうやって成長していくつもりなのか、その戦略をここから見ていきましょう。スパイアはですね、2026年に向けてかなり強気な見通しを持ってるんですよ。さっき売却した事業の分を抜きにして、残ったコアのビジネスだけで売上を 30% 以上も伸ばすぞと、そういう目標を掲げてるんです。じゃあなんでそんな高い目標を立てられるのかっていうと、それを支える強力なエンジンがいくつかあるからなんですね。まず一つは、政府からの安定した需要。天気予報とか、国の安全保障とか、そういうところでがっちりと契約がある。で、次に、スペースアザサービス。さっきのマリオータみたいな提携先がどんどん増えている。そして3つ目が、宇宙ゴミの追跡みたいに社会問題を解決するような全く新しいマーケットを開拓しようとしていること。このあたりが全部うまく噛み合うことで大きな成長を実現しようというわけです。で、ここがすごく大事なポイントなんですけど、スパイアはただ売り上げを伸ばしたいだけじゃないんですね。彼らが掲げている最終的なゴールは、2026年の終わりまでにキャッシュフローをプラスにすること。これどういうことかっていうと、要は、会社に入ってくるお金が出ていくお金をちゃんと上回る状態にするってことです。つまり、しっかりとお金を生み出せる本当の意味での黒字体質になりますよってことを約束してくれてるわけです。はい。では最後のセクション5、リスクと最後の問いです。さて、ここまでスパイアのすごい可能性について話してきましたけど、どんな話にも光と影、両方の側面がありますよね。なので最後に、この会社に対する強気な見方と、ちょっと慎重な弱気な見方、両方を整理しておきましょう。スパイヤーをどう見るかっていうのは、まさにこの天秤にかかってると思うんです。強気な見方をすれば、彼らが持ってるデータは他にはないユニークなものですし、お客さんが増えれば増えるほど儲かるっていうビジネスモデルはとんでもない可能性を秘めてますよね。でも一方で、弱気な見方をすれば、やっぱりまだ赤字だよねっていう厳しい現実がある。それに、宇宙ビジネスってめちゃくちゃ競争が激しい世界ですから、そこで本当に勝ち残れるのっていう実行リスクももちろんあるわけです。そしてこれがスパイヤーに突きつけられた究極の問いかけなんだと思います。彼らは地球っていう僕たちの惑星のいわば健康診断データ
バイタルサインを集めるというめちゃくちゃ重要なことをやってるわけです。でもその崇高なミッションをちゃんと利益の出る持続可能なビジネスに育て上げることができるのか、壮大なデータを集めるっていうフェーズから今度はそれを確実な利益に変えていくっていうフェーズへ。彼らの挑戦は今まさに一番大事な局面、正念場を迎えていると言えるんじゃないでしょうか。